何の生地ですか？これは全粒パンの生地ですね。よいしょ。ルバーンなんですけど、これを今日後でまた種継ぎして、種継ぎしたやつを湯種に入れます。でそれ使って生地仕込むって感じです。島本さんは結構ドイツ長かったかと思うんですけど、はい。このライ麦もドイツと同じ製法で今作ってるんですか？大体一緒ですかね。その元のサワダレはい。は全然違うで、そうなんですか。そのスターター使ってたから買えるやつ、その自分で起こしてるやつじゃないので、で僕は自分で作ったサワーダレなんでこれ。はい。で結構その最初のライサワーを買うっていうのはドイツでは普通なんですか？普通ですね。普通です。まあ昔からやってる、そのずっと続いてるお店とかだったら、ずっと種継ぎ続けてあるんでしょうけど、買ってるとこの方が多いですね。日本で結構ライ麦作ってる人たちははい。自分で種培養してる人多いと思うんですけど、はい。それがあんまりドイツじゃそうじゃないってことなんですね。本来というか昔はねなかったんで、そんなのスターターがだから自分らでやってましたけど、渋川に行ってます。そうですね。作ったんですか？そうです。そう、この時期だけこれ作ってるんですけど、これ何のパンになるんですか？僕は全粒パンの生地に入れて包んで焼く。今の時期だけやってるパンですね。これがブレッツェルですね。冷凍になってるんですか？そう、この状態まで仕込んでから冷凍できるので。これ種は何になる？これは種はルバルバン。ン。そう、ルバンです。ルバンでも冷凍しちゃって大丈夫なんですか？大丈夫です。まあもともとそのブレッツェル自体そんな発酵させて膨らませてっていうパンじゃないので。これもドイツと同じ製法でってことですか？これはドイツ行った時はイースト使ってたから、まあそれがルバンになってるんで一緒ではない。ないですね。下用。
あ、そうです。明日よ。お昼ぐらいに成形して明日まで冷蔵庫。なんかね、みんな日本の人は重曹使いますね。頑張っていってらっしゃい。あれを仕込みます。湯種用のルバー。はい。湯種用のルこれ小麦のサワーだね。そう、小麦とライがちょっと入ってますね。オープンする。あ、そうです。もう7時なので、まあここは開けないまましれーっとオープンも出さずにいることも多いんですけど、出しますね。結構ゴロゴロいきますね。そういっぱい入れ、どこ切っても出てくるようにいっぱい入れてるんですけど、そうなるべくね手に入るならそういうの使いたいですね。
クルミートレーズンのやつとイチジクのやつと種のやつとですね。リアルタイムで。ほこりが残りが。お休み中の。入ってないよ。今日はお休み。今日はお休みだね。暑いだったらまだ28度。いいこと思いついた。エラのいるのしエアコンつけるの。何の味噌汁ですか、ちなみに今日は。なめこなめことかぶ。味噌汁とパンがいいんですよ。味噌汁とパンが。相性が。みんなパン食べるときどうやって食べたらいいですかとか言うんですけど、お米みたいに好きなものと一緒に食えばいいね。どこ行ったの？そこですけど後ろ。開いた。お尻叩き放題。クリーム。昨日の夜のお話で、はい。ドイツのパンはそんなに美味しくないっていう話があったじゃないですか。チェーン店の。その話ちょっともう一回教えてもらっていいですか。そう。その理由、何がそうなってるの？チェーン店のドイツのパンはもうとにかく効率化させるので、イーストをめっちゃ入れるんですよ。でイーストめっちゃ入れるって早く発酵するからその分いっぱい焼けるわけで、そのイーストは入れまくって短時間でバッと発酵させちゃうから風味も出ないし、なんかスッカスカのパンになって全然美味しくない。そういうチェーンは、そういう状態かもしれないけど、はい。そうじゃないパン屋さん、個人チェーンじゃないパン屋さん個人店、そんなに数も多くない。そう多くない、多くない、どんどん減ってってますね。僕がいた時はもうどんどん潰れて減ってって、安さに勝てないので。でもそうやってよっぽど美味しいパン食べたいと思ってパン屋を選ばないと、その美味しいパン屋には出会えないっていうことですよね、ドイツで。そう、その辺のパン屋のパンは美味しくなかったですね、僕は。別にそんな、パン屋なので僕は、そういう目線で当然食べるからそう思うのかもしれないですけど、もっと行くまでは美味しいパン屋いっぱいあると思ってた。思ってました何これまずって思ってそうびっくりしましたね。びっくりしたんですよ美味しくなくてびっくりした。そう美味しくなくてびっくりして、美味しくなくてびっくりしたし、なんかそのパン屋が底辺みたいな見られてすごい下に見られてるし、実際そのパン屋で働いてる連中もなんかそのマイスター取ろうみたいな夢と希望を持って行ったのに、なんか志の低さ、意識の低さといいますか、なんか適当に仕事をやってね、やっつけ仕事といいますか、そんなばっかりやってるのを見た時はなかなかなんていうんですか、衝撃でしたね。なんか思ってたのと全然違うみたいな。20歳の頃に行ったんですよね。そうです、20歳、そう20の年の春に行きました。とりあえず最初語学学校からやってたんですけど、でもドイツ人はそういうパンが巷にいっぱいあるってことは、そのドイツ人自身がその美味しいパンを求めてないっていうところです。そう、別にドイツ人は安さが命なので、求めてないことはないんですけど、それで持ってる人は少ない。別にちょっと美味しくなるよりかは
多少暑くなっても安い方がいいっていう考えの人の方が多いんですかね。まあ多い結果がそのチェーン店ばっかりっていうことなんだと思いますけど。高くてちゃんと作ってるところに人が行かなくてやられちゃうわけですもんね。そう。まあそれはでも向こうはその労基がちゃんとしてるんで、日本と比べたら、その日本も結局職人が文句言わずに安い給料でめちゃくちゃ頑張ってくれるから、日本のパン屋もあれだけ手間かかったやつがあんな安い価格で買える。職人にちゃんと給料払ったらこんな小型のパンでも600円とかで売らないと元は取れないはずなんですよ。だそれをやれているから日本はそのまだ小さなパン屋、職人が作った手間かかったパン屋が残っているけれど、この職人たちがドイツ人のようにこんな環境で働いてられっかっつって、容赦なくやめてったら日本も同じような未来になると思いますね。日本人が本当に日本の職人が本当に頑張ってる。結局なんか子供いたりとかしたら給料家族養えないからっつって辞めたりとか、まあ、体壊して辞めたりとか心壊して辞めたりとかいくらでもある話なので、真面目に働くのはそれは絶対働くべきだと思う、けどそれに対して適正なお給料が発生するのが理想ですよね。でもそしたらパンの値段が全然高くなっちゃう。そうそしたら買う人がいなくなる。そういう美味しさを追求できなくなるっていうことですね。そうだから僕の出した答えといいますか、それで僕がやってるのは、まあ、なるべく手間かけないで大きいパン焼いてボーンと売る、よいしょ。労働時間と美味しさを両立させるってことですね。そうですね。あんまり長い時間かけてその細かい手間かけたら見た目は華やかになるし、まあ味もなんていうの美味しいというか、まあ、食べやすいものはできるんですけど、そうなんですよね。そこは難しいですね。やっぱりこういうパンを焼いてるとシンプルだしでかいし、まあ、買ってった先で自分で切ってなんか乗せてとかやらなきゃいけないんで、やっぱなかなか売れない。職人の労働を、まあ、たくさん使ってこう築かれてきた日本のパン文化ってあるじゃないですか。はい。それってやっぱりそのドイツで長く働かれてマイスターを持ってる島野さん、結構その日本とドイツ比べられる稀有な方かなと思うんですけど、はい、ドイツのそういうパンの今の現状とかから見ても、今のその日本のパン文化っていうのはやっぱりレベルが高いというか。いや高いですよ。めちゃめちゃ高いですよ。日本の職人のレベルはめちゃめちゃ高いですよ。こんなにこだわっていろんななんかその向上心あってずっと働ける民主、日本人ぐらいしかいないんじゃないか。そうですね。いやもう平均値はもうえげつないほど高いですね。比較にならないと思います。それは技術もそうだし、やる気もそうだし。そう、やる気というか根気というか、
こんなに真面目に長時間働けるのに日本人ぐらいしかいない。日本人のことをよく知ってる、だからその日本人を雇ったことがあるドイツ人はもう日本人大好きですからね。もう超よく働くから、真面目に綺麗に働いて仕事休まないし、みんな本当によく頑張って、そのドイツにももちろん技術高い人いるし、同じような熱意で頑張ってる人はもちろんいますけど、その割合が日本は多いですよね。でも日本ってすごいレーズン工房とかいろんなその果実使ったいろんな工房とかあるかなと思うんですけど、ドイツはそういう種類あんまないんですか？あんまりない。どうなのかな。レーズンとかは僕は見たことないですね。なんかそういう酵母の種類とかも、なんか日本人って酒粕使ってみたりとか、なんか麹使ってみたりとか、本当にいろんなことをよくやる。そうですね。すごい探求心というのか、あれはすごいですよね。本当にいろんなことをやってます、っていうふうにね言ってる人いっぱいいますからね。実際その13歳とか14歳とかで決まっちゃうじゃないですか。で成績で進路の選択肢がドイツがドイツ、でその時に成績悪いとその進学コースからは外れちゃうから、でそういう子が何するかっつったらパン屋みたいな、そのパン屋以外やれる仕事ないからパン屋やりますみたいな。もう13、14ぐらいで将来が決まっちゃうってことですか？そう決まっちゃいますね。つける職業が決まるってことですか？そうつける職業が決まります。まあもちろんその後自分でなんていうんですか、代検っていう、その代検みたいなのやって同等の資格取って就職うまくいけばそういうデスクワーク、ホワイトカラーの仕事に就くとかっていうのもできるんですけど、多くの場合はそこで後からねそういう勉強とかねできるようになる子とかねいくらでもいるので、なんかよく日本はやっぱ出る杭打たれるっていうけど、そして落ちていく子を一応救ってそこまでは持っていくみたいな、そういう側面もある。そうですね。底上げはしようっていうのは日本は強い、すごい力入れてると思います。出かける前に取りにこすってもらう。はい。お気に入りのパンとかある？お気に入りはイチジク入ってるやつ。そうなんですね。はい。あとはもうこの実がぎっしりの種くれてるとか。またよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。すみません、撮影中に。いや、これ。嬉しい。ありがとうございます。小分けに切って冷凍してもいいですか？冷凍して大丈夫です。はい。そんなに好きなんですね、栗大好きです。栗の季節ずっと栗買って。渋皮煮とかも好きなの。そう渋皮煮して自分でやるんですか？自分でやるんです。矢田の栗ですね。なんか有名らしいですね。そう矢田栗っつってブランドらしいんですけど。嬉しい。もうずっと栗食べるんですよ。ありがとうございます。1ヶ月ぐらいは多分やってると。ありがとうございます。どうも。美味しくなるからとかっていう理由じゃないんですけど、全粒粉をちょっと入れてます。ライと小麦と両方。
美味しくなるからじゃないですか。美味しくなるからじゃないです。ちょっとでも健康にいいように。あまりドイツ人もブレッツェル手でやらないって言ってたんですけど、そうなんかどっか研修行った時にブレッツェルできるか聞かれてできるっつったら驚かれましたねドイツ人でもできねえのって言われてましたね。種パン到着。種パン来ました。種パン到着しましたね。これ知ってます？チーズステーキですか？食べたこといや、ないですね。めっちゃ美味しいですこれ。もう今日チーズ1個しかなくて、その最後の1個らしいですね。私食べて感動しましあ、た。そうなんですか。これを食べながら朝通勤車の中で食べてあます。うまいーってなんだから運転に集中できないうますぎて。今ふわふわとかはい。そういうのはいっぱいありますよね、けどこういうなんか硬くて香りが良くてそっちにこう特化しててとんがってるお店があんまないありがとうございます。あんまないなと思っててそそれが好きですね。香りもいいんですね。そうやっぱり香りがすごくそうですね、子供やっぱ好きで子供も好きなんです好き上の子今6歳なんですけど、か。はい。生まれた時から食べてますね。離乳食終わったぐらいからかなもう食べてへてえ。割と白米が例えば嫌って日に例えばブレッドとかやってあげるとガブってかじったりとかするので結構美味しいんだろうなあって子供の方が舌があれですよね敏感ってあ。う。いうんか、美味しさが分かるパンの香りがこう出てくるためになんか気にかけてることとかもあるんですか？いやー、まあ引き立て使うのはまあ香り良くなるんでしょうけど、小麦の。まあなんか余計なものを入れない、シンプルに。そう、なんかすごいみんな香りがいいって言ってくれるんですけど、余計なもの入れてないので、小麦本来は別にそんなに工夫しなくてもいい香りすると思ってます。なるほど。そしたらイチジクとはい。ブレッツェル1つとブレッツェル3つお願いします。それでまあその長時間労働ブラックな環境を否定したいというか、そうじゃなくてもやれるっていう風にやりたいっていう縛りがなんか自分の中ですごいあった。なんかそのブラックであることの強烈な体験がなんかあったんですね。そうですね、その日本で働いてた時の経験がなかなか残念だった強烈、そう残念だった、がっかりでした。僕すごい裏切られたというか、そう現実、ドイツから帰ってきた後ですね。そうそうあの経験が悲しかったです。なんか悲しかった。そうならずになんかうまくやる方法を探したい、見つけたいみたいなね、あったのでなかなか難しかったですね。でまたドイツ行き直すんですよね。そこから辞めてドイツにああ、そうです、行き直すんですよね。そうそこで辞めて、ドイツ行って、でまあドイツ行ってる間にいろいろ考えて、まあ今みたいなやり方
なら、まあ、労働時間は短くなるから、まあ、そこで売り上げさえ立てれればそういう形にできるかなって思って始めたって感じですね。まあ、自分たちが暮らしていく分だけはねそれでもできたんですけど、まあ、本当はそれで職人雇えるぐらいが良かった。余りか。そうです。余ったやつを乾燥させといてこの中入れといてふやかしてっていうやり方してますね。これ入れると味がよくすごいそうですよ。小麦生地作ってパンにするじゃないですか、はい。でそれがパンになってんだから粉より美味しいじゃないですか。粉とパンだったらパンの方が美味しいじゃないですか、でそれを入れるんだから美味しくなるに決まってるじゃんみたいなのと入れるとあとなんていうのちょっと水を良くするのと、トータルの水の量が増えるのとだれにくくなるっていう効果があって、これが引いたやつ結構粗め。あ、大丈夫です。火取ってないから。よかったらハンドル持ってて。あ、これか。こんにちはで。あげなよ。あげなよ。何がおすすめ？ブレッツェルありがとうございます。知らせだってお知らせなんて書いてある？明日はあやちゃんの特別な日ですって書いてあるよ。あっちに行くの怖いねなんだ今では。面白い状態になってますね。なんかこんななんかドロドロになるんですね。ああ、そうそう。結構このやり方あんまりやる人いないんですよね。そのドイツ行ってたとかだと、はい。もうみんな知ってるんですけど、余ったパンをリサイクルする。そう。なんか話には聞いたことあるけどみたいな感じで。でかみさんが好きで調べたらここ美味しそうっつって来たらずっとハマってハマっちゃいますね。まあ、そうなんですか。ありがとうございます。どのぐらい経つんですか、最初。どのぐらい経ってんだろう。す。初めて5年6年もうちょっとかな。私はブレッツェル好きなんですけど、でもサンドイッチとかにしたいので大きいパンを1個は必ずこれは全粒パンかカンパーニョ。おお。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
こに置いてある。よろしく。落とすってそういう落とし方そういう落とし方これは動画になるんですか？面白いかもしれない一人私だけかよ。私だけ。おお、ありがとう。こんにちは。大丈夫ですか？今日チーズスティックチーズ焼こうと思って用意したら、チーズなかったのでチーズ乗ってないやつ入ってるんで。わかりました。ありがとうございます。回転率いいですね。あ、ついたと思います。これは何でなったんですか？これ配達に行ったら置いてありました。いただき物です。一般のお客さんってことですか？そう、定期購入でいつも買ってくれてるお客さんですね。今届けたんですね。はい。そしたら置いてあったんですか？はい。たまにあるんですか、こういうことが？たまにいただきます。なんかの時にってなんだ。心温まる。そう、なんか本当頑張ってよかったなって思います。頑張ってよかったな。毎日頑張ってて、やりがいがある仕事ですね。マジ？忘れたかもしれない。最後。ご苦労様。はい、いつもありがとうございます。すみません、じゃあまた来週伺います。お願いします。はい、ありがとうございます。嫌だ。パン私がじゃあね。おー、すごい私がね。喋れる。好きなんで買なパンってるかとか好きなパンとかなんで買ってるのかな。なんで買ってるかはもともとお店に買いに行ってたんですけあど、ー、はいちょっと子供がいたりして買いに行くのが大変っていうような感じだったら届けていただくってことになったんで買ってるのと、あとやっぱり材料にこだわってるところですかね。なんか変なもの使ってなくてシンプルなところと、やっぱり体にいいっていうのが一番ですね。あと子供に食べさせても市販のパンは基本買わないんで、あんまり添加物とか気になるんで、そうすると人とはさんのはもう間違いないんで、で美味しいんで買ってて、で私ブレッツェルおが一番好きです。お、そうなんですね。はい。で何が好き？おブレッツェルか。ブレッツェル。おー、ブレッツェル。はい。歯ごたえもあるんで歯にもね、それが木更津で買えるっていうのはね、はい都内とかなら多分あるかもしれないんですけども、田舎なんですごいありがたいですね。だからやめないでずっと続けてほしいっていうのははいはいね、やっぱり買って応援っていうのがありますよね。本当にね、だってやめられちゃったら困るんですね。またよろしくお願いします。はい、こちらこそすいません、いつもありがとうございます。いい、こちらこそ、はいありがとうございます。暑いね。身が引き締まりますよね。引き締まりました。期待を裏切れないですからね。ちゃんと頑張んないとって。でも確実に届いてますよね。思いは。嬉しいですね。やっぱりあそこまでこういう話する機会ってやっぱないじゃないですか。多少はねお話ししたとしても、あそこまで詳しくどういう思いで買ってくれてね、応援してますで、応援するためにやっぱ買わないとみたいないうのをね聞くと、なんて言えばいいんですかね。嬉しかったですね。いや、嬉しいですよね。語彙力がね、あんまないから。